というわけで本日のゲストは茂木敏光現役の自民党幹事長でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。茂木さん、もうすごいタイミングで、実はこれ収録のタイミングで、はい。先ほどですかね、岸田総理が、総裁選への不出馬を決める発表がありましたけれども、そんな注目高まるさなか、お話を伺えるということで、よろしくお願いいたします。はい。3年間一緒に仕事してきましたので、とっても残念だと、こういう思いですね。なるほど。いろんな評価あるとは思うんですけど、この3年間、日本で言いますと30年間続いてきた、デフレと、これから脱却を進めて、大幅な賃上げもやってきました。それから防衛力の抜本的強化、さらには GX を進めてエネルギー政策を転換すると、そして子育て支援策、これを大幅に充実する、大きな政策判断をしてこれを進めてきた。外交面でも、G7 広島サミットはじめですね、積極的な、首脳外交、これを展開して、やっぱりこの3年間で、日本のですね、国際的な地位と、これは間違いなく存在感というのが高まってきた、こんなふうに考えてるんですけれど、政治費の問題があったりと、また物価高が続くと、こういった中で、厳しい、政権運営だったのは確かだと思っておりまして、総裁選に出馬をされないと、重い決断だなと、重く受け止めなければいけないなと、こんなふうに思ってます。なるほど。確かにそのね、功績もある中でいろいろと厳しい環境にもあってということの判断だということですよね。ですね。いやー、そんな中ですよ、この茂木さんの一挙手一投足、今日本国民かなり注目しているところだと思うんですけど、いやー、お忙しい中来ていただいて本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本日はですね、前半の方で茂木さんがどういう方なのかっていうのを改めて、お伺いさせていただく経歴のお話を聞かせていただいて、で後半ではその茂木さんが今後の日本をどういうふうにしていきたいのか、こういうビジョンを聞かせていただきたいです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず経歴が華々しいことで有名だと思うんですけど、もともとは栃木の文工出身でいらっしゃるっていう、最近よくお話になってますよね。ちょうど私が生まれるですね、前の年に村だったんですけど、生まれたところが、それが足利市っていう市に合併をされて、北郷村の分校、足利市の分校になったわけですけど、そこに4年まで通って、1クラスで19人、本当にちっちゃい学校で、コンパクトですね。で5年からは遠くの本校に通うと、おそらくその国会議員、いろんな経歴の方いらっしゃると思うんですけど、文校出身というのは唯一なんじゃないかな、こんなふうに珍しいですよね。文校出身で、だから幼い頃のその生活環境でいうと非常にのどかなですね。非常に自由というかおおらかな感じで、育ったと思います。渡良瀬橋とか渡良瀬川とか、あの辺りの感じですか？あそこはですね、かなり足利市の中でも都会なんですよ。このロケ行ってらっしゃいましたけど、あそこは観光の名所の方でですし、市内なんですね。で、私のところはもっと山間部ですから、小さい頃は市内に行くことは町に行くっつってましたね。はあ、ちょっと冒険ですね。かなり。もっと奥まったところで生まれ育ってという。そうですね。バスもね、1日2往復しか来ないと。2往復ですか？午前10時と午後4時。もっと走らせてもいいと思いますけどね。あんまりそんなに人がそこまで利用しないんですかね？人口少なかったですね。で、さらに人口が減っていって、僕が通ってた分校もですね、最終的には廃校になってしまうということで、やっぱりこのなんていうか生まれ育ってきた、その、小さな、町のですね学校がなくなってしまう、寂しい思いをしましたし、これからこういうことがあっちゃいけないなと、ある意味で、地方の、活力アップと、いうのが私にとって政治の原点なのかなと、こんなふうに思ってます。なるほど。ご自身の生活の原風景のところが、今その原動力になってらっしゃるんですね。なんか聞いた話によると、ちょっとシューマイも違うって聞いたんですけど、違うんです。普通のシューマイは普通に皮があってお肉が入っててですよね。栃木のその地元のシューマイがちょっと違うんですか？
地元のシューマイはですね、片栗粉と、刻んだ、玉ねぎだけで作ってあって、それがシューマイだと思ってたんですよ。ずっとその、お肉なしのシューマイ。それがシューマイというもんだと思ったんです。少なくとも高校までは。高校まで、結構長いですよ。で、東京に出てきてですね、なんていうか、東京のシューマイというか、横浜のシューマイというか。東京のシューマイというか、多分それ以外の大体のシューマイですけど。で、食べてですね、具が入ってると、びっくりしましたね。本当にびっくりした。珍しいびっくりですけどね。でもその肉があるっていうのでみんなになんで肉入ってんのっていう感じでびっくりしましたね。そしたら「あれ肉入ってないの?」って周りに言われますよね。言われたと思いますね。でしかもですね、こちらのシューマイって醤油で食べるじゃないですか。醤油か、からしと醤油とか。でそれに対してですね、田舎のシューマイ絶対ソースでしたね。ソースで食べると。で主にでも皮に包まれた片栗粉を食べてるわけですもんね。ということですね。例えばラーメンライスがあるとするじゃないですか。このライスの代わりにシューマイが出てくると。こんな印象なんじゃないですかね。ちょっとそれで受け止めきれないですね。炭水化物ってことですかね。ですね。なるほどなるほど。ただやっぱり率直に言って違う食べ物ですけれど、確かに東京のシューマイうまかったです。ですから今でも崎陽軒のシューマイ弁当、よくなんていうか出張なんか行くときにですね、新幹線の中で食事しなくちゃならない。横浜名物と言いますか。あれよく食べますね。大好物です。やっぱりシューマイショックの記憶があるんですね。何かでお話になったので私が驚いたのが、崎陽軒のお弁当の配置、あれを結構詳細に覚えてらっしゃったんですけど、今でも覚えてらっしゃいます？覚えてます。愛着ありますから。ちょっとご説明いただいてもいいですか？置き方どっちに置くかなんですけど、ご飯を左側に置くとしますと、俵飯みたいなの入ってるわけですね。俵飯、で、ごまが乗ってまして、真ん中に小梅の白い方の方が入ってるんですね。でこっち側にですね、半分で区切ってあるんですけど、その区切った半分のところにシューマイ5個あるんですけど、4個並んでもう1個あると。L 字です。上の方に1個はみ出しているという感じで、そこに醤油とからしが置いてあると、その端のところに。で一番右の上のところにですね、またこっちが三角になってまして、そこに刻んだ昆布とですね、それから生姜が置いてあるという感じで、その上から来ますと、唐揚げがあるんですね。唐揚げがあって卵焼き、それから板わさが1個入ってまして、かまぼこで、そこの横にですね、デザート用のあんずですね、干したあんずっていうかがありまして、それからビニールのですね、なんていうか仕切りがあるんですよ。グリーンの仕切りがあって、その先にですね、マグロの醤油漬けの焼いたのがあって、焼いたやつ、それが一番手前にですね、タケノコのちっちゃく刻んで煮てあるやつです。詳しすぎます。ちょっと普通の人間ができる説明じゃないんですよ。それ見て、茂木幹事長がよく尋常じゃない記憶力があるっていうことをよく言われてらっしゃって、フォトグラフィックメモリーとか。いや本当にそれは仕事に使ってるんだろうなと思ったんですけど、これは間違いないと思ったのがその崎陽軒の説明なんですよ。興味あることは、映像で覚えられるんですけれど、全部覚えてるわけじゃありませんし、それから忘れることはありますから、卵の位置がどっちだったかとか、それその場合によって若干違ったりとかしますんで、謙遜が通じないぐらい細かかったです今。崎陽軒の社長でも覚えてないと思いますよ。いやこれがね、私茂木さん今日お話しするにあたって、とっても面白いと思ってたのが、崎陽軒全部を細かく嬉しそうに説明してる時の茂木さんが最高に好きなんですよ。美味しいです。美味しいから。美味しいもの好きですし、この間シンガポール行ってたんですよ。ASEAN4 カ国回られてましたね。インドネシアから入ってシンガポール、タイ、フィリピンと、この4カ国。ちょうどシンガポールもですね、新しいローレンス・ウォー新首相に変わったりとか、そういうなんていうか、4カ国、ASEAN の中でも中心になる国ですから、この首相とお会いしたりとか、トップとお会いしたり、それからいろんなですねスマート農業をやってる現場とか、さらには
スタートアップ、はい、そして、ライドシェアと、こういう、現場なんかも、見てきたんですけど、はい、何しろシンガポールのチキンライス。うまいですね。うわー。世界4大料理に入れたいぐらい。すごい嬉しいですね。あれ美味しい、本当に美味しいですね。でもシンガポールチキンライスの説明は大丈夫ですか今？できますよ。配置を説明する動画じゃないんですよ。今日栃木の分校でそこからスタート、まだ経歴途中までなんで続けいいですか？もちろんです。はい。ただ栃木の分校から足利の高校に行って、そこから東京大学入るんですね。はい。でもその栃木で足利からさらに東大入って、はい。でその後にあれ丸紅、はい、そうです。はい。と読売新聞でしたっけ？はい。丸紅に行ってから海外留学します。その後にハーバードの大学に行くんですよね。はい。これってわかんないですけど、足利の高校でも非常に珍しい経歴というか、東大1人とか2人とかじゃなかったですか？現役は1人だったと思います。ですよね。当時。なんとなく感覚なんですけども、はい、先ほどの分校からスタートして、はい、これ成績でかなわないなっていう人に出会いましたか？一度でも。いや、でも、小学校でもできる子はいましたよ。いないと思いますよ。ハーバード入る人、分校に何人もいないと思いますよ。意外と試験は強かったのかもしれないです。一発試験は。そう、やっぱり記憶力のところがすごく効いたんですかね。あんまり上がったりしないっていうんですか。緊張したりとかしない。試験になって、例えば頭が真っ白とかいうことはあんまりないんで。で、どっちにしても全問なんかできないと。こういう感覚でやるんですね。はいはい。で、例えば国語の試験があるとですね、はい、絶対現代国語からやったらダメです。国語の試験、大学入試はですね、これ入試受けられる方いらっしゃるかもしれませんけど、絶対に漢文です。漢文からいく。漢文。結構みんな嫌がる人多いですよ、漢文。ただ出題範囲が非常に狭いです。なるほど。で、次に古文です。漢文、古文といく。で、現代文はですね、やっぱりかなり出題範囲が広かったり、解釈の仕方もありますので、確かに何時間やってもですね、必ずしも正解できないんで、まずはそんな出典の少ない漢文から始めて、漢文で稼いで、それで古文でそこそこまでいって、あと現代文の方はですね、その時の運ですね。はあ、戦略がすごいですね、そこあたりから。ただこれですね、私そういうふうにやってたんですけれど、以前ドラゴン桜っていうですね、阿部寛さんが主演する熱血受験漫画ドラマで東大に行かせるあれなんですけれど、彼がやっぱりですね、そこで漢文古文からやれと、現代文は後だと。こういうふうに言ってるんですね。ドラゴン桜で答え合わせしたってことですか、じゃあ。だからやっぱり一緒だと思いましたね。はあ、当たってるんですね、やっぱね。もしかしたら私の方が先に考えてるかもしれないから。ドラゴン桜がパクってる可能性ありますからね。いやでもそれぐらい勉強は苦手意識なくどんどん来れて。いや、そんなことないです。そんなことないですか？苦手意識というかですね、まず好きなことからやると。基本的には、好きな科目をやると。人類、歴史非常に長いんですけれど、500万年とかそういう歴史の中で、文明っていうのは4000年ですから、あんまり人類もですね、他の生物と一緒で、学習って好きじゃないんですよ。得意じゃないんで、苦手科目のですね、克服から始めたらうまくいきません。そうか。好きなことやる。好きなことをやって、それができたら次に行くと。こっちの方が多分私はうまくいくんじゃないかなと思ってまして。ドラゴン桜の中でもですね。ドラゴン桜多いですね。いやいや、わかりやすくするために、すごくですね、校庭で昆虫を探してる、なんていうか、男の子出てくるんですよ。で、この昆虫の観察をすると、その動きをですね、いろいろ調べるために、数学の勉強が必要だったりとか、それから文献を読むために英語を学ばなくちゃならない。この昆虫の動きを自分は知りたい。そのために数学をやる。そのために英語をやるということで身についていく。だから好きなことをやるということの方が多分私はいいんじゃないかなと思います。そうか、優秀かどうかよりまず興味持つかどうか。ですね。好きがものの上手なれってことですね。お好きなのはやっぱり歴史ですか？歴史好きですね。だって考古学者になってもおかしくないというか、
なれたらいいなとかってそういう話もされてますもんね。すごくやっぱりですね、古代史というか好きで、シュリーマンというですね、探検家というか、それがトロイの遺跡を発掘するわけですね。トロイの木馬っていうのはもともとホメロスっていうですね、ギリシャの小説家が、小説で書いてきた、言ってみると伝説上の話だろうと。ところが実際にこのですね、ホメロスの詩に出てくる、トロイの木馬、トロイの文明を発見すると最高でしょうね。フィクションだと思ってたら実際あったっていう、こういうのとかやっぱゾクゾクするわけですね。もちろんです。はあ、もしなんか政治家お辞めになった後でできることならメキシコのなんか発掘もしたいとかおっしゃってませんでした？ティオティワカンですね。何ですか？場所なんですけれど、いろんななんていうか、遺跡というのはあるんですけれど、もうエジプトはツタンカーメンの墓が出てきて、王の墓は全部埋まってしまったんですね。もう全部コンプリートしたんですね。で今一番出そうなのは、おそらくメキシコのですね、ティオティワカン、これは太陽のピラミッド、月のピラミッドってあるんですけど、このそばは出そうだと。20年ぐらいまで出ないと言われてたんです。それが最近ですね、どうも出そうだって感じになってきて、ワクワクしますね。やっぱそういう知的好奇心が昔から終わりだったんですね。ありましたね。だからその勉強をその苦じゃなくやれたっていうところが。でも苦手なら苦手ですから。苦手教科何だったんですか？意外と化学とかダメでしたね。そうなんですか。なんか記憶力でなんとかいけそうな気がするんですけど。ただあんまりいうですね、C とかなんかくっついてるとか、ああいうのをですね、なんていうか見て覚える気にならないと覚えられないですね。そう、元素記号がちょっと歴史とかとだいぶ違って、物語性はないですもんね。そんな気がするんですけど、ただそれを好きな人は好きなんだと思いますよ。確かに。そこからそのお仕事をされて丸紅に行ってからに、ハーバードに行かれるときに、学ばれたのがあれ行政学でしたっけ？行政学ですね。その頃には、正確に言うと政策科学っていうかですね、パブリックポリシーなんで、政策科学っていうことなんですけど、基本的には行政学の一部だと思いますね。そういうことはその政治を学びに行ったってことですか？それに近いと思います。ただその時に、自分が政治家になるっていうことをまだ考えたっていうよりもですね、どちらかというとイメージからするとですね、アメリカの大統領の首席補佐官とかですね、もちろんアメリカではなれないですけど、そういうなんていうか、政策を作る、アドバイザーと、こういう仕事がしたいなと、そういう感じは持っていてですね、だからその後戻ってきてから読みには少し言いましたけど、マッキンゼーっていうですね、コンサルティング会社に入るんですけれど、これは国とは違いますけれど、大きな企業の戦略を考えたりとか、組織改革をやるということで、比較的近い仕事に入ったのかなと思ってるんですけど。なるほど。でそのマッキンゼーから政治に興味を持ったというよりは、そのハーバードに行くときに政治のアドバイザーとか、そういうことをやりたくて、そうではないけれどもマッキンゼーになったっていう。政策のアドバイザーっていうか、戦略を作る。戦略作りがした。戦略作りをすると。それが企業であってもそうですし、究極的には国になるのかもしれないですし、国際社会になるのかもしれないですけれど、そういうことに対するですね、アドバイスをするというか戦略を作ると。こういうことを、やりたいなということでやっていたんですね。これ丸紅で何かそういうきっかけが生まれたんですか？それともともとそれをしたかったんですか？まずですね、ちょっとかなり田舎者なんで世界を見たいという気持ちはずっと持っていたというか、まずはそれが東京ですよね。憧れの街、大都市、首都東京見たい憧れで行く。行ってみたらシューマイも違うし、違うカルチャーショックだ。やっぱりでさらに大きな世界を見たいということで、海外ということで少し商社で、研修を積んでから、いつかは海外に行きたいと、こういう思いを持ったんですね。そうか、じゃあ丸紅を選択したのもその海外に行くために商社を選んだっていう感じだったんですね。広い世界を見たいと。それで丸紅に行った時に世界を見るっていうのと、戦略を作る人になりたいっていうところが合致してハーバード。そうですね。でもなかなかその経歴の人ってでも周りにいらっしゃらないんじゃないですか。
ただなんていうか、全員じゃないですけれど、なんていうか海外に留学している、議員というのは非常に多いんじゃないかなと思いますけど。なるほどなるほど。で海外留学されて戻られて、でマッキンゼーから、今度日本新党で出馬するまでの間に、平成維新の会、大前健一さんが作られた、あれ政治どういう集団なんですかね。なんていうか、政策グループっていうんですかね、政策提言グループというか、そういう感じだったと思うんですけど、ちょうど92年、1992年なんですけれど、日本でバブルが崩壊をするという中でですね、日本が沈みそうだという時に、なかなか政治がダイナミックに動かないということで、だったら自分がやろうかと、なんとなく考えている時にですね、ちょうどマッキンゼーの先輩でもある、大前さんが、平成維新の会というのを立ち上げて、手伝ってくれと、いうことで、そのお手伝いもしながら、ちょうど細川護煕さん、総理になる、とも大前さんも親しくしてましたし、私も面識インタビューをしたりとか細川さんあったんで、連動する部分もありながら、今度は細川さんが日本新党を作るということで、日本新党から立候補するということになりました。これまさに時代の激動の日本新党の一個の事件というか、あれにそのマッキンゼーに入ったことで誘われて大前さん経由なのか、あれなのか、細川さん近いかもしれないですね。近いところで、細川さんのことも存じ上げてました。インタビューしたりとかされてたんですね。でその時にはもう政治家になろうっていうある程度だからこのバブルがはじけて、日本をどうにかしなければいけない、でちょうどその頃は東京一極集中ということが言われてまして、東京に人も集まる、お金も集まる、一方で僕の生まれたような、地方っていうのはどんどん寂れていくと、ちょうど私がですね、都会の不満、地方の不安という本を書いたんですけど、大体、本をマッキンゼーの時ですか？マッキンゼーの時です。7冊書いてるんですけど本、それが一番売れましたね。1冊目が。そうなんですか。その最初に著書を出して提言をしようと思ったわけですよね、社会に。このバブル崩壊、これから日本どうなるんだ、地方どうなるんだ、東京一極集中、これに提言する頃にはもう政治家になるつもりはあった。ある程度なんていうか、それはアドバイスだけしていてもなかなかこの国は動かないなと、だったら自分も中に入って内側から変えようという気持ちに、徐々になりかけている時に、大前さんから誘われ、声がかかり、細川さんから声がかかりと、ある意味偶然ですね。でもなんかこう引き寄せられるかのように自分の変化と社会の変化と周りの環境が揃っていたんですね。だと思います。それでも日本新党で細川さんが党を立ち上げますっていう時に、それが自民党を下野させてっていうところまで見えてました。いやそこまであれですけれど、やっぱりなんていうか新しい政治を作っていくというか、新しい日本を作っていく、触媒になればと、そんな思いはあったんですけれど、あれよあれよっていう間にですね、政権交代が起こるということで、それは予想以上に大きな動きだったと、こんなふうに思っています。読んで勉強してても怒涛の転換点だったと思うんですけど、中にいる人としては、何が起きてるのかっていうのは把握しきれてたんですか？選挙もそうなんですけれど、なんていうかある意味ですね、始まってみるとすごく勢いって感じるんですね。やっぱり良くなってるなと。別に私なんていうか2世でも3世でもないですし、普通のサラリーマンの家の育ちですから、別になんていう家柄が政治とは全く関係なくて、別にそんなに知名度があったわけではないんですけど、若干テレビ出たりしてましたけど、それでも出てみたらあれよあれよっていう間に上がっていくなと、反応が良くなっていくな、風を感じてるんですね。感じました。へー。地盤看板カバンなしで出て、なかなかうまくいかない世界じゃないですか。それが出てみたらガッと風を感じた。一気にって感じがしますね。その時どういう気持ちになってたんですか？その時はもう必死に、なんていうか選挙ですから一人でも多くの人に自分の考え聞いてほしいとか、日本をどうしたい、地元をどうしたいということを必死に訴えてたわけですけれど、日に日に
なんていうか反応が良くなっていくというか、ビラを持っていても、最初はなんていうか、100メートル先の人にですね、走っていってそれを渡すと、それが10メートル先の人になり、逆に最後は向こうが取りに来てくれる。すごい。そういう感じでしたね。強烈な体験ですよね。しかも最初の立候補で、最初の立候補でそういう経験をする人ってなかなか多くはないですよね。例えば、小泉旋風の時もそうだったかもしれませんし、ちょうど我々が一旦ゲアをして、2009年ですけど、2012年、第二次安倍政権が発足をする、あの時もやっぱり勢いあったと思いますね。そうか。ちょっとその時の風を感じる選挙っていうのは何度か経験している。それの最初が日本新党で立候補した時。で、まさにその細川政権が、連立ですけどなって、でもすごく短命でしたよね。その短命で終わるところも間近で見てらっしゃったと。そうですね。あれどういうことが起きてたんですか？おそらく、今振り返ってみると、非常に志の高い仲間が集まってたんだと思うんですね。ただ残念ながら経験が不足していたりとか、実行力が不足していると、こういう部分があって、国という大きな組織をガラッと動かしていくのには、力が足んなかったんだと思います。やはり政権を運営するっていう意味で言うと、志とか、あとその地頭の良さだったりとかっていうもの以上に経験であるとか、何がしかのその実力っていうものが必要なんですか？ある意味ですね、人脈も含めて、この組織は誰を動かすとか、どういうモチベーションだと動く組織だとか、そういったことは考えなくちゃいけないんだと思うんですね。もちろん逆によく言う永田町の論理とか、霞が関の前例主義とか、これにどっぷり使っちゃいけないんですけれど、やっぱり彼らはどういうモチベーションで動くのかということも考えながら、一緒に考えてやっぱりこっちの方向じゃないかというふうにしないとですね、あんまり北風のように吹いてもですね、コートを閉じるだけなんですね。やっぱり太陽のような感じでですね。ある意味飲まれてはいけないけど永田町の論理だったり霞が関の主義であったりっていうのも理解しておく必要がある。理解していく必要はあると思いますけれど、そこに染まりきらない。それが当たり前になったらですね、やっぱり変わりませんから。なるほど。でもその動かし方は精通しておく必要があったんだろうというのは、細川政権を見て思ったということですよね。それを見て瓦解していく中で、小沢さんとかが新進党でしたっけ、なんかまた違う政党を作る中、1、2年後に茂木さん自民党に入られるじゃないですか。あの決断っていうのはどういう経緯があってのそういう決断だったんですか？日本新党、これ回答するわけですね。そこで多くの人はこのなんていうか先ほど言った新進党、小沢さんであったりとか、そういう人が中心になって新しい政党を作るんですけれど、やはりその政党を見ていてもできていくプロセスを見ても、やっぱり経験とか実行力が不足してるんじゃないかな。なるほど。やっぱり本当に変えようと思ったらいろいろ問題あるけれど、やっぱり力を持っている政権与党になる、自民党の中に入って、そこから変えていった方が日本改革できるんじゃないかな、そういう決断ですね。なるほど。実際に日本を変える力があるかどうかという目線で、日本新党に参加したことと、新進党の決闘の雰囲気を見ていっての判断と。ということです。日本新党に入ったことは後悔していません。でやるべきっていうかやりたいことはやったつもりなんですけど、それはうまくいかなかった。その上で、おそらくなんていうか新進党に行っても同じことになるんじゃないかな。それだったら、一回その反省も踏まえてですね、新しい選択をしようということで自民党に入りました。その細川さんが日本新党で経験がないのは分かるんですけども、新進党小沢さんが仕切ってたじゃないですか。なぜ何かがないなって思ったんですか？やっぱり私今でもそうなんですけど、チーム力だと思うんですね。なんていうか、ある程度のなんていうかメンバーがいると、何十人かのメンバーがいて、それぞれ得意な分野とかありますから、そのチームで問題を解決していくというか、課題を解決していく、こういうことから言うとチーム力っていうのは感じられなかったと。確かに小沢さんっていうのは、
経験もありますし、実行力もありますし、壊し屋と言われたりいろんなことやってきましたけど、なんとなくチーム力っていうのは感じなかったですね。チーム力を感じ、これは小沢さんの個の力が強いのではないかと。ですね、どちらかというと。そこから自民党に入られて、で自民党に入った上で、知りたいのがいわゆる経生会と言われる、その当時まだ経生会と呼ばれた。その時はもうですね、平成権に変わったぐらいですね。変わってましたか。いわゆる田中角栄さんの流れを踏む、旧田中派と言われたりもするような竹下さんもいる、経生会平成権に入られるわけですよね。それは大体自民党に入るとなるとどこかを選ぶんですか、それとも選ばない選択肢もあるんですか。大体誘われるもんなんですね。誘われるんですね。誘われる大学の新刊サークルのそんな感じですね。こっちのサークル入れないみたいな感じがあるんですか。でそこの中で、いくつかのとこから誘ってもらったんですけど、たまたまこのですね平成権というか経生会ですね、分裂したちょっと後だったんですね。小沢さんたちが出ちゃって、竹下七奉行の分裂事件の後だったんですね。それでそれまでは第一派閥だったんですよ。それが第四派閥になったんですね。そんなに下がったんですね。で株もそうですけれど、やっぱり底値の時は買いなんですよ。すごい、ここでマッキンゼーというか、ここで底値買いだって思ったんですか。その時の第一はちなみにどこだったんですか。第一派閥は。第一派閥は当時はですね、多分、今の清和会だったんじゃないかなと思いますし、それから宏池会、派閥全部会したんです。岸田さんのね。でうちはいずれにしても第四派閥だったんです、ね。第4。第4。中曽根派がありましたね。中曽根さんのところって今でいう何会今で言うとですね、あそこももう最終的には二階さんのグループになっていて、二階派、止水会でした。そうか、第4だいぶとギャップがあって、かつてのもう経生会支配と言われたところからガーンと下がってるけども、つまり底値買いってことはまた上がる可能性を感じたってことですか。なぜですか。やっぱり人いましたね。人がいた。その時に光を放ってた人は誰なんですか。橋本龍太郎さんとか、いましたし、梶山清六さんとかいましたし、小渕さんももちろんいましたし、そういう人がいたり、中堅でもですね、今どちらかと言いますと、違うグループに行ってますけど、議長になってる額賀さんがいたり、鈴木宗男さんがいたりとか、そういう中堅クラスも結構しっかりしてましたし、かなりメンバーを見て、今カンと人数は下がってるけど分裂して、これいい人揃ってるぞと。で特になんだろう、意識した人というか、この人見てみたいって思った人っていますか。今言った人なんですかね。やっぱり梶山先生っていうのはですね、なんていうか哲学も持ってましたし、素晴らしい政治家だなと思いました。あと政局が強かったですね。政局に強いってどういうことなんですか。いろんな動きがあった時にですね、そこで反射神経的にどう動いたらいいかという力は梶山先生が持ってましたね。いろいろとこう思い枠が錯綜してる中で、アドリブの動きというか。アドリブもあるんでしょう。経験値に基づいて、どういうふうにして多数派工作をするかとかですね、どうやって権力を握っていくかとか、こういう力はやっぱり持ってましたね。もちろんこれはなんていうか、国を変えたいとかそういう大きな思いがある中で、それから橋本龍太郎先生は政策には強かったですね。そして小渕さんというですね、非常に性格のいい人がいて、だから政局、政策、性格、面白いですね。バランス良かったです。いいバランスだここはと思って選んだ。はあ。で入ってみた時に、いわゆる平成権が総理を出すっていうことを何度か経験していくんですか。それともそっからもう小泉旋風でしたっけ。あんまりですね立たずにですね、橋本政権ができたんです。そして橋本政権がすぐできたんです。それからなんていうか小渕政権ができたんです。そこまではなんていうか大体底値で買ったのがかなり上がってくると。読み通りだと。いいじゃないと。底値で買ったけどガンと上がってますよね。おいいのに総理2人産んで。
ところがそこからですね、今度は森総理になって、小泉さんになって、清和会だ。ちょっと流れが変わっていくと。話違うぞと。まあしょうがないですね。その時はあれっていう感じなんですか？まあやっぱりなんていうか小泉政権ができる時は、一つの勢いっていうのを感じましたね。小泉旋風っていうのはとんでもないですもんね、あれ。で時はまた田中真紀子さんっていうですね、いて圧倒的に次の総理になるんじゃないかと言われるぐらいの人の、大人気で2人が渋谷のですね、駅頭に立つとすごく人が集まってると。大人気だ、うわーっと。これその田中真紀子さんもいわゆる田中角栄さんの娘さんでありながら、その形成会的なものとのつながりでいうとちょっと違ったってことですもんね。そうですね。はい。ってことはもう自分が買った底値で買った株と違うところがガンと成長してるっていう。はい。これちょっとどうしたもんかなっていうのを思ったんですか？まあでも政治っていうのはそういうもんですから、常にですね、順風満帆ってわけにいかないんで、なるほど。満帆ってわけにいかないんでですね、そこはその時々に、ただ小泉政権でも、大臣に抜擢してもらいましたし、3期でですね、それはなんていうか、あんまり思ってるほど昔はなんていうか三角大福中とか、そういう時代は、ある程度主流反主流みたいなのありましたけれど、かなりなんていうか少なくともこの20年とか見てきた時にですね、実力主義というか、あといろんなバランスを取りながら、なんていうか人材っていうのは活用してるなと、それは感じますね。じゃあその対立派閥というか、自分の派閥じゃないけれども、あの人優秀だし、ちょっと働いてもらおうかなっていう起用は結構あるっていうことですね。ですね。そういうふうにしてきたと思います。そういった面で言うと、清和会のその時代がそこから始まりましたけども、茂木さんはその中でどんどん頭角を、養殖をやっていくことになりますもんね。そこはもう派閥の垣根ではなく、バランス取りながら一番優秀な人っていうところでどんどんと。そうですね。特に、第二次安倍政権、これが発足してからは、経産大臣やり、また党でですね、選対委員長、政調会長、また政府の方に戻って、経済再生担当大臣、外務大臣、大切な仕事をやらさせてもらいましたね。いや、そこでお聞きしたいのが、いわゆる2012年第二次安倍政権の経産大臣ってことは、いわゆるアベノミクスのど真ん中でお仕事なさってたわけですよね。そうですね。で、アベノミクスど真ん中ということは、異次元金融緩和、これを率いていたということじゃないですか。その上で現状を、最近の茂木さんのお話聞くと、臨時でやるはずだった金融緩和が長引きすぎた弊害を今調整しなければというスタンスを持ってらっしゃるようにお見受けするんですけど、今振り返ってアベノミクスのその頃ってどういうふうな感じだったんでしょうか？その前の年、我々が野党の時にですね、ちょうど政調会長私やってまして、野党の谷垣総裁の下で、3月に党大会があるんですけど、そこで政調会長が政策の報告というか演説をするんですけど、そこの中で日本の今一番の問題はデフレなんだ、このデフレから脱却をしなくちゃいけない、なんていうか需要がないと、こういうふうに言う人もいるけど、需要は作るもんなんだと、こういうなんていうかスピーチをしたんですね。で党大会が終わったらですね、安倍さんからすぐに電話かかってきまして、すごくなんていうか、いいスピーチだったと、自分も全く同じ思いなんだということで、あの頃からおそらく、安倍さんはですね、アベノミクス3本の矢、この中の最初に大胆な金融緩和を進める、デフレから脱却をするということを考えていたんだなと思いますけどね。じゃあその共鳴しての経産大臣にピックアップされて、それで異次元金融緩和をスタートするわけじゃないですか。ところがその当初の狙いとは2年で、っていうところだったと思うんですけど、狙いと少しずれてきたなとか、そういうその頃のことって覚えてらっしゃいますか？異次元の金融緩和、それからですね、機動的な財政運営、ここまで良かったんですけど、最後のですね、民間投資とか民間活力を喚起する規制緩和と、これがなかなか岩盤規制と
安倍さんももうドリルで岩盤規制に穴を開けるって言ったんですけれど、なかなかここがやりきれなかった部分っていうのはあるんだと思うんですね。だから日本経済の本格的な体力というか、特に民間の体力がですね、なかなかつかないと。これがこの10年の日本のですね、問題なんだと、こんなふうに思ってるんですけど、それができないためにこの金融緩和もう少し早くですね、正常化していくという予定がなかなかできない状態で来てしまったと。この今その岩盤規制があり、その規制緩和ができなかったので、うまく機能できなかった当初の目的、この岩盤規制っていうのは具体的に言うとどういうものなんですか？例えば典型的なのはですね、今一生懸命言ってるんですけれど、この、ライドシェアとかですね、こういうなんていうかタクシー足りないんですよ。これ田舎に行ってもそうですし、そうですね、都心でもそうだと思いますし、来年大阪で万博やると全く足りないと思いますよ。で海外から日本にたくさんのお客さん来てくれると、当然、ライドシェア使えるもんだと思ってるのが、全然使えないと、こういう状態でですね、この部分全面的になんていうか規制緩和をすれば、うまく運用できると思います日本は。これライドシェアについてのお話も聞いていきたいんですけども、いわゆる岩盤規制、その経産大臣をやってらっしゃった時の2012年からもう12年経ってるわけじゃないですか。この12年間、崩れなかった岩盤っていうのは、崩れるようになるんですか？崩していかなければいけないんだと思います。それは崩れるか崩れないかっていうですね、見方あると思うんですけど、我々は当事者ですから、それを崩していくと、別に壊すことが目的じゃなくて、新しいものを作るというためにですね、いろんな改革っていうのを進めていかなくちゃならない。なるほど。確かにそれ世界基準、そうですね、今の日本的ライドシェアではなくて、まさに東南アジアとか回られて、すごかったですよ、やっぱり。すごいですよね。インドネシアでもタイでも、マニラでもそうですけれど、当たり前のように、でしかもですね、もう、4人乗りっていうか、乗用車だけじゃなくて、バイク2人乗りのですね、ライドシェア結構流行ってるんですよ。それ知らなかったです。これジャカルタでもマニラでもすごい渋滞じゃないですか。そうすると車だとですね、どんなにやってもですね進まないんですけど、間に合わないから、バイクだとですね、その間をすり抜けていけるっていうんで、バイクのライドシェアがやってますね。シンガポールでもバイクのライドシェア見たことないです。シンガポールはないかもしれないですね。インドネシアはそうなってるんですね。シンガポールはある程度車の台数規制、これをやってるためにそこまでの渋滞になってないっていうのも一つあるんだと思いますね。なるほど。じゃあそこを諦めずにいくと。でその経産大臣アベノミクスもありましたし、その後いわゆる有名なタフネゴシエーターの事件もあるじゃないですか。事件というか功績。あれ日米貿易交渉の時でした。そうですね。あれ何年頃ですか？2019年。2019年の夏が最後ぐらい、ちょうど5年前ですね。今ワシントンで最終の交渉をやってる頃でしたけどね。いわゆるトランプ大統領から、そのタフネゴシエーターだって言われたというエピソードはすごい。でそれをすごいスピードでまとめたというのも残ってるわけですけど、なんかその時の言われた経緯というか流れっていうのは具体的にどういうものだったんですか？ちょうど4月ぐらいから本格的な交渉、これ月に一遍ぐらいですね、向こうの USTR、通商代表部のライトハイザーという、非常になんていうか、私から見るとよっぽどタフなですね、人間とやるわけですけど、まず良かったのは、日本のチームです。いいチームだったんですか？首席、交渉官をやってる梅本さんから始まり、非常に若手まで含めてですね、小ぶりなチームでしたけれど、非常にいいチームで、まずは TPP やったんですね。11カ国のですね、この環太平洋経済連携協定っていうのをまとめて、ほぼほぼ同じチームで日米貿易交渉に入っていた、いう感じなんですけど、いいチームがあったと。あと、これですね、特にトランプ政権とやるときはそうなんですけれど、トランプさんというのは二国間でやるのが好きなんですね。やっぱりマルチ多国間の枠組みじゃなくて、二国間でディールをすると、交渉すると。今までのビジネスの流れも含めて、そういうのがお得意な方なんですね。でそこでどっちが勝つかっていうですね、ゼロサムゲームにするとうまくいかないんですね。
やっぱりそのお互いの関心は違いますから、はい、そのなんてお互いにとって勝ったねという感じに、こっちからすると言わないけれど 6-4 で勝ちだなと。で相手から見ても自分たち 6-4 で勝ちだなと。こういうウィンウィンの関係に持っていくということで、日本にとっても、農産物、これをいかに守るかっていうのは重要だったんですけれど、一方アメリカは当時ですね、大統領選を控える段階で、特に牛肉ですね、牛肉の関税っていうのが、TPP が発行しているんで、オーストラリアなんかより高いと、これを同じレベルに早く持っていきたい、これ一番の関心事でしたから、そこはうまく譲るというか、ただオーストラリアより下げるわけじゃない、こういう形まで持っていって、そうなると別にオージービーフとアメリカのビーフが競合するだけですから、基本的に入ってくる量が増えるわけではないんですね。そういう交渉をして、ウィンウィンな合意にしていったと。ちょうど、8月の末にですね、フランスのビアリッツで、サミットがあると G7 のと、そこで、日米の首脳会談がありますんで、そこまでにライトハイザー通商代表とでまとめておかなくちゃなんないと、今がそのなんていうか最後ぐらいだったんじゃないですかね。それでそっちは牛肉ですよね、こっちは農産物守りたいですの、ギリギリのラインをカチッと決めて、決まったんだっていう時に言われるんですか、タフネゴシエーターって。それはですね、少し前にですね、このなんていうか、膠着はするわけですね、当然ね。なるほど。膠着をしてでお互いに譲れないものはあるみたいな感じで、もう少しなんていうか、工業品もこっちは入れるようにしたい、関税を下げたいとか、いろいろやるわけですよね。その段階で、言ってみると、ライトハイザー通商代表、決して悪い人間じゃないとは私は思ってるんですけど、トランプ大統領にですね、なかなか手強いんだと、茂木っていうのはと。で、なんていうか、安倍さんに一言言ってくれと、言うんで電話かかってきてですね、茂木がタフなんで、もう少しどうにかなんないかと。そういう流れだったんですね。交渉で譲らないから、茂木さんが、いやいや、そこはって言ってくるから、もう上通してちょっとやってくれの時に、茂木さんタフなんでちょっともうちょっと柔らかくしてくれないかっていう、ちょっと参っちゃうなっていう流れだったんですね。面白いです。そうだったんですね。言われてるらしいよっていうのは後から聞くんですか？安倍さんからすぐ聞きました。その後電話かかしたと、トランプ大統領からと。でも任してるからもうなんていうか茂木さんでいいようにやってって感じでしたね。でも結果的にうまくまとまってるわけですから、そのお話も一個の武勇伝になってきますもんね。タフネゴシエーターってかっこいいですもんね。いえいえ、ただ大変でした。大変だった。でその分まとまった時ですね、ようやくまとまったと、日米関係は単に貿易だけじゃなくて、安全保障もいろんな関係がありますから、これ壊せないと、いうことでですね、ライトハイザー通商代表には、いやこれ農業の分野ってすごく大変なんだと、自分はなんてこの交渉をぶっ壊せば国に戻れば日本に戻ればヒーローなんだと、下手にまとめたら国賊になっちゃうと。なるほど。それでもやっぱり日米関係考えたら、まとめなくちゃと、譲れるところは譲れるからと、ただ国会通らない条約、これは、発行しないんだからと、国内でもどうにか納得できるようなものにしたいんだということで、どうにかギリギリでまとめて8月の中旬過ぎですかね。でちょうどねその日ね、ワシントンの空がね真っ青だったんですよ。本当に晴れやかっていうのはこういうもんだなっていう感じでしたね。まとまったっていう空だったんですね。本当にそうだったんですよ。それぐらいでしたね。空の青さが胸にくるぐらいしんどい交渉だったんですね。大変でしたね。でもそういうのを経てその功績を受けて外務大臣にみたいな記述を読んだんですけど、それって本当ですか？そこは安倍総理が、判断をされたことだと思うんですけれど、なるほど。なんていうか半分外交でしたから、その部分っていうのは、今度は外交でということで、2010年代後半のその激闘があり、12年からアベノミクスの戦いがあり、経済の、21年ですよね、その幹事長に就任されるのは。幹事長に就任した年といわゆるその経世会の流れを組む今の平成権、
それの派閥のトップになるのも同じ年でしたっけ？同じ年です。はい。この2021年ってすごく大きい年だったんじゃないですか？岸田政権が誕生してですね、すぐに総選挙をやって、でその総選挙が終わって、甘利幹事長当時のが、辞任をされるということで、岸田総理から、今外交で頑張ってもらってるんだけど、幹事長になってくれないかという電話があって、分かりましたということで。幹事長、いわゆる党の総裁に次ぐ大きいポストであり、かつ背負ってる人間の数とお金の量っていうのも相当なものだっていう聞きますけども、それを2つ返事で。それは予算でいうと国の方が圧倒的に予算持ってますから。なるほど、政府の方が持ってるけども、その党の中での権力というか、なかなか背負うのはなかなか大変そうなイメージなんですけど。運営するのは非常に大変ですけど、それはどの仕事も2012年、経産大臣だった時もそうですけど、一つ一つの仕事で、選対委員長は選挙については責任を持ちますし、それぞれの立場で、いい仕事は経験させてもらったなと。特になんていうか、中さんからおっしゃってもらった日米貿易交渉は一つですし、あと経済再生担当大臣の時にですね、幼児教育の無償化、これをやったんですよ。この担当だったんですよ。これはなかなか税金の使い方を変えたりとか、消費税上げるんですけど、そのお金を幼児教育の無償化に持っていく、この大きな決断したりということで、幼児教育からトランプまで、いろんな経験をさせていただいたと思ってるんですけど。でも子供のことを見て、国家のことを見て、アメリカとも渡り合って、その経験があるから、幹事長もやれるだろうということでお引き受けなさった。それは誰かがやらなくちゃいけないことですから。なるほど。やってみてどうでした？幹事長ってお仕事は。幹事長やってみて、最初の1年ぐらいは次の年に参議院の選挙がありましたので、その勝利に向けて、なんていうか全力を尽くすということで、参議院の選挙もですね、改選の過半数、63議席取りますし、いい成果が出たと、こんなふうに思ってるんですけれど、その後ぐらいからですね、例の統一教会の問題が出てきたりとか、それから、昨年ぐらいからは政治資金の問題ということで、それは幹事長としてですね、こういったことをまとめていかなくちゃならないですから、大変だったのは確かですね。幹事長の仕事っていわゆるその選挙の時に誰を公認するとか、お金の配分であるとかを決めるっていうことも大きい仕事であり、かつその統一教会とか政治資金の問題っていうのも、大きく関わらざるを得ないところにあるわけですね。一つは選挙っていうのはとっても大切な仕事になってきます。それから国会を回していくということで、これは国会対策委員長っていうのもいるんですけれど、自民党という会派ですね、一つのグループの責任者は総理ではなくて、総理はなんていうか内閣にいるんで、会派の責任者は幹事長なんですね。なるほど。だから国会運営の仕事があると。それからいろんな地方組織との関係とかそういうことも含めて、組織づくりとか党員拡大みたいな話もありますし、それから突発的に起こる、事故とか事件とかですね、こういうものにも対応するっていうことで、いろんなところからですね、なんていうか持ち込み案件というのが出てくる、なるほど。じゃあもう本当目の回りそうな毎日。目が回るかどうかは別にして、忙しいのは確かにですね。忙しいですよね。でその幹事長をわーっとやって1000日、この前超えたっていうポスト見まして、もう幹事長だいぶとやった上で、今またにわかにいろいろと時代が動いてますよね。これいろいろと他でお話しなさってる時も、もしも総理になったらやりたいことはあるっていうお話をされてましたけども、もうすでに逆に言うと総理以外の主要なポストっていうのはほとんどもうおやりになってるわけですもんね。幹事長も政調会長も経産大臣も外務大臣もやった上で、総理になったらやりたいことを逆に今までできなかったけど総理になったらできることっていうのもあるんですか？と思います。それはただなんていうか、どのタイミングでと
またこれなれるかどうかっていうのは確かに国民党員の皆さんの支持であったりとか、議員の支持というのも必要なんで、これはなんていうかいつチャレンジするかと、またその上でなれるかっていうのはあるんですけど、やっぱりもう日本を変えていくと、最初からの思いですけれど、特に経済ですね。やっぱり日本の経済を再生するということは第一だと思ってます。そして海外に回ってもですね、日本への期待は大きいんですけど、やっぱり経済が元気な日本というのに対する期待はあるんですね。例えば東南アジアでこれから脱炭素を進めるという時に日本の技術を使ったりとか日本の投資によって一緒にやってみましょうと、こういう話をするんですけど、元気なかったら投資できないですからね。確かに。だからやっぱりまずは経済だと思います。じゃあそのお話をちょっとこの続きで聞きたいと思いますので、総理になったとしたら、この日本経済はどうできるのか、この話聞きたいと思います。ライドシェアもそれから個人の副業も全面解禁、これからは人生100年時代に入っていくというか、特に若い世代の負担を少なくしたいな、この国に生まれてよかった、この国に育ってよかったというですね、自信と誇りをそれぞれの人が持つと、そういう国にしてくれるリーダー誰ですかね。プログレス人は何者にでもなれる。いつからでも。次はあなただ。